皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。プラモデル系 VTuber のじゅんさんです。世界の名車ドイツ編ということで、タミヤ24分の1フォルクスワーゲンビートル1966年型の製作です。今回の動画はほぼ完成編です。ほぼ？どういうこと？実はですね、ボンネット用のノブパーツがなくなっていることにこの作業中に気づきました。おそらく1ヶ月ほど前に塗装した時にすでに紛失してたようなんですが、全く気づかないままこの作業最終工程まで来てしまいました。いやもうかなりショックです。本当はマッドガードとかナンバープレートも今回塗装をして全て完了とするつもりでしたが、パーツの捜索に時間を取られたことと、探したけど結局見つからなかったというショックで塗装は見送りにしました。なので今回は残りの外装品パーツを取り付けてほぼ完成までをお送りしたいと思います。いやーもう本当に悲しいです。自分のパーツ管理能力の低さが悲しいですね。タミヤのカスタマーサービスへ連絡してパーツを購入することにします。パーツが届いたら最終仕上げで本当の完成編動画を作りたいと思っていますので、その時はよろしくお願いします。こんな私の動画ですが、もしチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をしていただければと思います。ということで本編をどうぞ。はい、ということで残りの外装パーツを取り付けていこうと思います。最初はウィンドウパーツから取り付けていきます。この時はまだパーツをなくしたことに気づいていないのでワクワクしながら作業をしていました。このキットのウィンドウパーツはフロント、リア、両サイドで4枚に分割されています。それぞれ接着剤をつけるスペースがボディの内側に確保されているので、取り付ける時に接着剤でボディを汚す心配はありませんでした。こんな感じですね。また4枚に分割されていますので、それぞれウィンドウを独立して取り付けの調整ができるのも作りやすかったです。サイドウィンドウですね。苦労してマスキングしたウィンドウフレームも外からしっかりと見えていてかっこいいです。はい、こんな感じでウィンドウを取り付けることができました。続いてボンネット開閉用のヒンジパーツの取り付けです。ボンネット内側につけたヒンジをシャシー側のくぼみに差し込むような構造になっています。こんな感じですね。エンジンカバーのヒンジも同様にこのタイミングで取り付けておきます。エンジンルームの上のくぼみとボディで差し込むような構造になっています。それではここから細かいパーツたちの取り付けになります。この時こうしてパーツを並べていて紛失に気づいたんですね。この作業のあたりから気分がちょっと落ちてきます。フロントグリルを取り付けています。これ、グリルで正しいのかどうか間違ってたらすいません。非常に細かいパーツなのでなくさないように注意しましょう。で、ヘッドライトも取り付けていきます。楕円のヘッドライトが超キュートですよね。ドアノブを取り付けます。ここ取り付け位置がはっきりしててとても取り付けやすかったです。で、ワイパーですね。ワイパーも取り付けていきます。スクエアなフロントウィンドウが丸みを帯びたボディにすごいアクセントを入れてるかなと思います。はい、こんな感じで両方取り付けました。エンジンカバーの取っ手も取り付けておきます。めちゃくちゃちっちゃいパーツなので飛んでいかないようにすごく注意しながら作業をしました。もうこれ以上パーツは失いたくないですからね。はい、テールランプも取り付けます。これも塗装にすごい苦労しました。ウインカーのオレンジとブレーキランプの赤をクリアパーツの内側で塗り分けるっていうのがすごく難しかったです。両方取り付けて完了です。
で次はサイドミラーです。左と右で形状が違うサイドミラー、ちょっと珍しいんじゃないかなと思います。左側がスクエアで右側がラウンドになっています。そのミラーの位置が右側が車体側に近くなっているのも何か意味があるんでしょうか。はい、こんな感じです。で、大体のパーツが取り付けられたので、ボンネット差し込んでいこうと思います。テープで仮止めをします。ヒンジ部分とボディをシャシーで挟み込むので、先に、ボディにボンネットとカバーをつけておくという形になっています。はい、なるべくシルバー塗装のところにテープを貼らないように、ここまで来てシルバーが剥がれるのはちょっと辛いですからね。はい、こんな感じです。ホイールを取り付けていきます。白とガンメタルで塗り分けたホイールです。ホイールカバーのシルバーが渋くて、全体の雰囲気とうまく調和しているかなと思います。はい、後輪も取り付けていきます。ストレスなく取り付けることができました。スペアタイヤも入れておきます。なんかこういう取り外しできるパーツは男の子心をくすぐりますよね。さて、準備完了です。いいですね。こうして見るとキューベルワーゲンとかシュビムワーゲンが兄弟車だっていうのがよくわかりますね。シンプルイズベストというか、天才ポルシェ博士が考え抜いた設計に感動すら覚えます。というのはちょっと大げさですかね。ではボディを取り付けていきます。説明書では後ろの方からかぶせるようにという指示がありました。このへこみ部分にエンジンカバーのヒンジパーツを挟み込むように、このようにボディを重ねていきます。こんな感じでかぶせました。そしたらサイドステップを取り付けていきます。サイドステップの艶消し黒がステップのゴムを表現したつもりなんですが、どうでしょうか。はい、これで前後のバンパーも取り付けていきます。ちょっとピントが全然合ってないですが、はい、リアのバンパーも取り付けました。あとはフロントのウインカーパーツも取り付けておきます。シルバー塗装したパーツの上にエナメルのクリアオレンジを塗装したウインカーですね。こんな感じです。遠目から見てちょうどいいくらいの出来ですかね。メタルインレットを貼っていきます。このキットにはフォルクスワーゲンのロゴマークと1300という2つのメタルインレットが入っています。ロゴマークはボンネットの上の円形のところに貼っていきます。はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。インレットとかデカールはやっぱ仕上がりを1ランク上に引き上げてくれるような気がします。1300のマークもエンジンカバーの方に貼っていきます。浮いて剥がれてこないようにしっかりと貼っていきました。はい、ということでまだ完成ではないんですが、せっかくここまで来たので記念撮影をしました。フロントにはナンバープレートとかボンネットの取っ手が取り付けられていないので、ちょっと引き締まらない感じはあります。はい、ボンネットはこんな感じで稼働します。確かスペアタイヤの空気圧でウィンドウウォッシャーを噴射させてるんですよね、ビートルは。スペアタイヤにホースでもつながってるんでしょうか。リアのエンジンカバーです。ちょっとカバーが下にずれていて組み立てが良くなかったのかなと思います。ここはまだ修正の余地がありそうですね。でここです。ここのパーツがなくなっちゃいました。ちょっと悲しいですね。はい、ということで今回の動画はここまでになります。パーツが届いたら再開して完成動画を作りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。